こんにちは。パー創作に勤しむきらめきもちです。今回の主役は紙袋。もしかするとこの手提げに見覚えのある方も多いかもしれません。クラフト紙のような素材なのがいいですね。それでいてしっかり厚さがあります。というわけで、とあるメガネ屋さんの手提げ袋を使ってパンを焼いていきます。根底にあるのは食パンへの憧れ。型を持ち合わせておらず、牛乳パックで作ってみたこともありましたが、これじゃない感が非常に強く、しばらく型焼きパンから離れていたところ、つい先日この紙袋と出会ったのでした。それはまさしく救世主、忘れかけていた山食パンへの同型を心に取り戻したきらめき餅なのでした。作り方はご覧の通り至ってシンプル。何はともあれ、まずは型を作るところから入りましょう。実際には一時発酵の間でも十分間に合いますが、せっかくなので真っ先にこの手順から見ていきましょう。型が先、パン生地は後でたっぷり時間を取ります。用意するのは紙袋とハサミとクッキングシート。この先は折ったり切ったりの繰り返し。持ち手部分を切り落とし、折り目に切り込みを入れます。ワクワクさん気分で楽しんでいきたいと思います。以前、牛乳パックを使ってみた時には、ホッチキスでパックの四隅を留めたりしたのですが、今回はそういう細工もいらないので楽ちんです。丈夫な状態を保ちたくて苦戦していますが、結局あっちこっちビリビリになりながらもなんとか直方体を作り上げました。オーブン用のシートもざっくり合わせていきます。ぐしゃぐしゃになりすぎなければいいかな、と大体の寸法で入れてみます。最後にフィット感を高めようと外側に折り返しました。まるで、ぜひ食パンを焼いてください、と言っている声が聞こえてきそうです。早速パン生地の準備をしていこうと思います。食パンときたら湯種。お湯を沸かして粉と混ぜます。ボウルをお湯で温めて、そこへ材料を投入していきます。沸かしたての熱湯を粉のくぼみへ一気に注ぐ、と言いつつも、かなり慎重になってしまっています。まるでお団子か何かを作っているかのよう。あまりうまく作れている気はしませんが、これで冷ましておきましょう。もっと、ミニタブ感ある状態が理想的なのかもしれませんが、こういう時もあります。一晩置いておいても、なんなら冷蔵庫に作り置きしておいても大丈夫なこちらの生地ですが、今回はなるべく平たくして熱が取れ次第すぐに使っていきます。使うメインの材料はこちら。粉類と水分を混ぜ、その後油脂を加えてこねていくスタイルでレッツスタート。食パンと一言に言っても実に達したようですが、皆さんはどんなパンが好みですか？卵や生クリームを使ってみたり、レーズンやくるみを加えてみたり、はたまたチョコやメープルを織り込んでみたり。今回私はいわゆるルバンリキッドという発酵種をこの後加えるので、きらめきルバン食パンとでも呼びましょうか。しばらくぐるぐると混ぜていきます。ヘラである程度混ぜたところへ湯種を入れていきます。ラップに貼り付いている分も頑張って剥がしました。ここで出てきたのがお気に入りの種です。もうそろそろこね作業が始まります。一旦お掃除したところで、根気よく手こねしていきましょう。
ターも加えてさらにこねます。バターを入れるとしばらく苦労が続きますが、その後のキュッと引き締まった感じがたまりません。ここは10倍速ですが、それでも十分長く感じます。こねないレシピが流行るのも納得してしまいます。こね作業も佳境に差し掛かりました。だいぶまとまってきて嬉しいです。空中戦でこねてみたり、叩きつけてみたり、きらめき餅はフリースタイル。おっと。こんなところにモンスターが。スライムが現れた。大変です。きらめき餅は武器を何も装備していません。勇者でもその仲間でもないので無防備ですし、困った。皆さんもこんな目にあったことはありませんか？仕方ないので素手で戦うことにします。見慣れない色をしたこのスライムは、表情もどことなく愛らしいですが、でも、そんなことは言っていられません。えいや。そういや。こうして、こうだ。無事切り抜けることができたようです。危ないところでした。皆さんも気をつけてくださいね。というわけで平和でのどかなパン作りに戻りましょう。はい。一丁狩り、そして発酵後の姿がこう、冬の室温20度前後で、5、6時間経ち、なんだかまだ小さい気もしますが、穴の様子を信じてこのまま作業を進めていきます。分割して、丸めて、レンチタイム。20分経ち、成形です。ラップの芯を活用します。しっかり打ち粉を振っておけば、意外と便利かもしれません。型に入れます。なんだか小さいですね。粉の量がそもそも少なすぎた可能性もあります。
これだと型の意義がよくわからなくなりそうですが、とりあえずこの生地は焼くしかないので強行します。二次発酵はオーブンの発酵機能で1時間ほど、それなりに大きくなって帰ってきました。予熱は230度で行い、210度で20分に設定しました。焼き上がりの姿がこちら。途中で180度へ温度を下げ、様子を見つつ前後を入れ替えつつ、トータル10分追加で焼きました。そして紙袋を外した姿がこれ。3連特大ロールパン、正直な感想です。というわけで追加で焼きを入れます。そして真の完成形がこちら。こんもり可愛らしいですね。圧倒的丸みのフォルム。バターの香りもふんわり漂います。いざ中身を拝見。まさにロールパン的です。ですが今回はミニ食パンということにしておきます。ちぎっては食べ、ちぎっては食べ。きめ細かで美味しいです。味も、焼きたての特大ロールパンそのもの。焼きたてが美味しいのは当然として、1日経ってからも確認してみましょう。今回のミニ食パンはポケットを作ってサンドイッチにしました。端っこはトーストして香ばしさを楽しみつつ、むっちりした内装は定番具材と合わせてボリューミーに。と、これでは紙袋の影が薄くなる一方なので、続いて粉を増やし、再挑戦。今回はサワードー食パン。ライ麦と全粒粉の酵母のパワーは日によってまちまちなので、保険として微量イーストをそっと入れておきます。ほとんどこねないスタイルでいきます。パンチを挟みつつ室温で一夜を過ごしてもらい、2.5 倍近くになったところで成形です。ゆるゆるなのでワンローフで決めたいと思います。それ紙袋、リターンズ。型がその進化を発揮しています。では二次発酵はオーブンで2倍近くなるまで1時間ちょっとです。ここでは230度でスチーム予熱しそのまま10分、通常のオーブン機能にし220度で20分焼きました。結果はこちら。てっぺんは安心感ある色合いですが、肝心なのはその横顔。側面の焼き色が薄いので、裸一貫でオーブンへ突入していただくことにします。そして5分経ちました。立派な姿になって帰ってきました。ちぎりようもないので冷めるまで待って中を確認してみます。食パンかと尋ねられたとしたら、これは別人ですね。さて結局、紙袋パンとは何だったのでしょうか。こちらに極めて主観的な感想を書き連ねておきました。とっかかりの手軽さ気軽さと引き換えに、小成中はつきっきりになる上、完成形が未知数という感じです。市販の型ではありえない形やサイズを生成したいのなら、面白い試みかもしれませんが、火の通りを読めないし、上が焦げないように気にしながらタイミングを測ることになりますし、何より毎回同じ紙袋が手元にあるわけではないので、想像通りに美味しいパンを作る難易度はかなり高いだろうと言えます。身近なものを工夫して趣味を楽しむにはうってつけ、かもしれません。最後に一言感想を述べるとするならば、私、きらめき餅は 150g から 200g ぐらいのミニ食パンを作れる方を探す旅に出ようと思いました。もしもおすすめの品がありましたらコメント欄で教えてください。元も子もないような結びとなりましたが、
最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を気に入ってくれた方はぜひ高評価のボタンやコメントをいただけると嬉しいです。今後もパン作りの延長線上にある動画を作っていきますので、チャンネル登録も重ねてお願いします。とても励みになります。それでは皆さん、美味しいパンを焼きましょう。以上、きらめきもちでした。